毎年11月3日、私たちの町は市民の日という市民がみんなで作り上げるイベントを開催しています。このイベントで電吉クラブはご覧のように N ゲージ鉄道模型の青空運転会を30年近く続けてきました。多くの市民の皆様が足を止めて見ていってくれるんですよ。そんな市民の日もコロナ禍で2年間中止になりましたが、今年は3年ぶりに開催されることになりました。そこで今回は青空運転会のメインステーションとなる駅ジオラマを近所の公民館に持ち込んで点検整備しましたので、その様子をご紹介しながら、合わせて樽の屋駅ジオラマの詳細について解説する動画を作りました。後半では樽の屋駅の構内配線を生かして列車たちが到着・出発していく運転の様子も収録してみました。どうぞ最後までお付き合いください。はい、電吉クラブです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今回は電吉クラブの N ゲージ運転会のメインステーション樽の屋駅をご紹介します。15両編成の列車が止まれる幹線の分岐駅になっています。電吉クラブのメインとなる樽の屋駅は埃対策と運搬のしやすさを考えてニトリのベッド下収納箱に保管しています。車から会場までの運搬もほらこの通り台車に乗せてゴロゴロ簡単に運ぶことができます。樽の屋駅ジオラマは15両編成が止まれる長さを必須としたので4箱分をつなぎ合わせて完成するようになっています。ニトリのベッド下収納箱に収まる最大長は 700mm なので4つ分の長さが 2800mm、 N ゲージ車両1両の長さが約 135mm、 15両でおよそホーム長が 2100mm、 そこに本線、対比線、分岐線のポイントも含めると 2800mm でもギリギリでした。電吉クラブではこうしたモジュールをセクションジオラマと呼んでいますが、ベースは 10mm 厚のスチレンボードに厚さ 1.2mm のプラ板を貼っただけの軽くて簡単なものですが、5年以上使ってきて強度的な問題は出ていません。画像ではかみさんが箱から取り出している様子を映していますが、軽いので女性でも簡単に取り扱えるのがメリットです。はい、最後に下り方面の4分の4セクションですが、このように持つところのないセクションでも1人で取り出せてしまいます。運びやすいが最優先なので、駅や建物に照明ユニットを仕込むような仕様にはしていませんが、その点はお許しください。はい、箱から出して4枚並べたところです。これで1枚の長さが 700mm、 幅は広い方の収容箱を使っていて 500mm あります。ジオラマ同士の連結ですが、ファイントラックの爪をお互いに連結させるだけですが、まずはしっかり高さを合わせます。こうですね。はい、しっかりはまりました。これだけなんです。はい、それでは樽の屋駅の4分の1セクション部分はビル街なので、いくつかのビルたちを設置します。ニトリのベッド下収納箱は高さが 140mm が限界なので、それより高いビルは別箱に収納してあるのでセットします。はい、こちらですね。まずここにソニービルとトミービルですね。まずソニービル、続いてトミービル、それからシルバーモダンのビル、これですね。これがここに入ります。向きがこっちかこっちかそれから昭和のビルが A1、A2、A3 と3と、ほら裏に書いてある。これが A2、こっちが A1 と置いていきます。
これが A3。ここに歩道がある方が前なので、こういう向きでセットします。最後はここにオリエンタルホテル。これですね。これをここにセットして出来上がりです。はい。以上で、ここだけビルが立ち並ぶ一角を作ってあるので、高さ方向へのバリエーションも楽しめるんです。今年の11月3日には市民の日のお祭りをやるってことで市の方から連絡をいただいたので、そのため会場で使うメインとなる駅を一度並べて線路とか磨いておかないといけないので、今日はそのために公民館を借りました。メインの樽の屋駅ですが、今まで詳しく説明する動画を出していなかったので、まず全体像をさーっと流してからご紹介したいと思います。区間 700mm のベースが4つつながって全長 2800mm の15両編成が止まれる幹線駅を構成します。それではゆっくり見どころを紹介していきましょう。それではまず4分の1セクションです。ここは駅の上り方面寄りの区間でビルがいくつか立ち並ぶエリアになります。そこに隣接する場所に樽の屋駅前バスターミナルがあります。ここに継ぎ目がありますが、ここまでが4分の1セクションです。ホームは駅舎につながった2番線がここまであります。ここには本線から支線の日野原線へ直通する列車が到着します。4分の2セクションは奥の方に3連チャンの跨線橋があるところから始まってバスターミナルの一部、それからここには何といってもこの駅の本社があります。駅舎の前には噴水があったり、道路には駅前らしいバス停や賑やかな人通りがあります。駅本社は少し大きい立派なものを作りたくて、加藤の警察署とジオコレの病院を組み合わせたものになります。警察署は2階建てでしたが、プラ板で1フロア分かさ上げして乗せることで駅らしい開放感を作りました。奥には加藤製の橋上駅舎を同じ色に塗って2つ連ねて置いています。ちょっと駅正面に寄ってみました。樽の駅の看板はプラ板にパソコンで印刷した文字を貼り付けました。両側に加藤の看板商店の差し替えパーツがあったので、それを買って緑の窓口とお蕎麦屋さんに見立てました。自販機などもこの時代に登場してきたのかなと思っています。少し引いてみると、ここにまたバス停があって、高校生たちが並んでバスの到着を待っています。その左側に今度は貨物駅が続きますが、それは4分の3セクションで見ていただくとして、支線の終点部分がここに作ってあります。山口の工場に出張した際に宇部駅や小野田駅を観察して参考にしました。4分の2と4分の3セクションにまたがった貨物駅は貨車が到着したりトラックが入ったりしていつも賑やかです。荷物の積み下ろしに大勢の人たちが大忙しに働いています。それからその奥のホームには先ほど到着した貨物列車がいますが、その奥の1番線には当駅を発着する支線日野原線の機動車がやってきます。ちょっと見にくいですが、駅の一番奥のエンドのところには広告がいっぱい並んでいますよね。それを表現してみました。ここから4分の3セクションになります。この区間のメインはやはり貨物駅ですが、隣には保線区の光景が広がっています。ここにいる貨物列車や入れ替え用のディーゼル機関車は古くて動きの悪い車両をダミーとしてジオラマに固定しています。あと4分の3区間には手前の方に保線区の詰め所や元貨車だった物置があり、交換用のレールを置いてあったり、そしてその左側には小さな変電所があったりと、駅ジオラマの中でも変化を楽しめる区間になっています。4分の4セクションは駅の末端区間になりますが、そこにちょっとした消防設備があって、それから機関区詰め所があります。そしてもっと左側に来ると、そこには公園があって、そこでは中学生がクラブ活動をやっています。その奥には蒸気機関車が生態保存されています。これは加藤の2007年ロットの C62 東海道型。
その後に出たコアレスモーターの D51 と比べてしまうと走りがいまいちなのでジオラマに固定してしまいました。この C62 はボディが北海道型になっていますが、北海道型はコアレスモーターで走りが良かったので複数買って1両動きの悪い東海道型の C62 18号機下がりツバメのものと交換してしまいました。C62 が鎮座している奥には校内の小さな詰め所や倉庫が並んでいます。こんなところに百葉箱もありますね。その向こうには首都圏色のキハ30系が止まっていますが、このキハ30系はメーカー忘れましたが金属製のキットを組んだもので、加藤やトミックスのように滑らかに走らなかったので、ここに固定ダミーとして出番を待っている設定にしています。それでは中山道本線の主要駅樽名駅を今度は裏側4分の4セクション側からご覧いただきましょう。この駅から支線の日野原線がこちら方面に分岐していきます。この支線のすぐ脇にはダミーのキハ35系を固定しています。不思議なもので子供の頃には大嫌いだった通勤型のキハですが、今になって懐かしくて仕方ないんです。加藤製の決定版が発売されるまで紙製で自作したり、遠藤の金属製やモデモの走りの悪いものを買い集めたり、金属キットを組み立てたり、どうしても手にしたかったんですね。あんなに嫌いだったのに。そして樽名駅ですが、こちらに信号所があって本線の15両停車できるホームが始まります。そしてここまでが4分の4セクション。この詰め所は先ほど裏側から見ていただいたもので、横には日の見櫓もあるんです。ここから支線に分岐するための3本目のホームが現れて、3面6線のターミナル駅らしくなってきましたね。加藤のターレット式荷物運搬車も忙しく働いています。そして支線のホームの先にはカメラを構えたてっちゃん。今日は珍しい列車が運転されるんでしょうか。まさにあの頃のあなたです。この線からこちらが駅の4分の3セクションになります。この区間では3つのホームをまたぐ跨線橋が見どころになっています。向こうの方には変電所があって、変電所の手前に1つ目の DD13 がいますね。結構初期のマイクロ S の製品なんですが、走りが全然ダメだったので、こうして構内のダミーにしてしまいました。貨物車両の入れ替えに活躍している体になっています。その隣にはグリーンマックスの保線区用の車両も場を盛り上げてくれています。その向こうの保線区はこちら側から見るとこんな感じ。これは貨物車両を物置に転用した事例です。で、こちらに現場詰め所が並んでいます。その隣には貨物駅。こちら側からの表情もご覧ください。この貨物駅は確かヘルヤンのキットだったと記憶していますが、政治家の次に物覚えが悪いものです。そしてこちらに引いてくると、屋根上に何やらみっともない張り紙。これは運転手さんのための目印になっています。今度は4分の2セクションになります。駅本社裏側からの光景です。頂上駅を2つ並べただけ。手抜き感は否めませんね。それからこう視線を下げると、ホームに大勢の列車を待つ人たちがいます。日本ではもっと整然と並ぶんですけどね。そしてこちら側にも3連チャンの跨線橋があって、駅本社の左手には鉄道警察隊の詰め所があります。そしてその隣にバスターミナルがあって、このバスターミナルあたりから4分の1セクションに入ります。4分の1セクションは上り側から当駅にアプローチする線路配線があって、こちら側は駅のホーム上に信号所が載っています。手前が上り線、向こう側が下り線。下り線は駅構内でこちら対支線とまっすぐ直進する本線に分かれます。
急行や特急はこちら。特急の中には当駅に止まらない列車もあるため、この線を通過していきます。それからここにもう一つポイントがあるの見えますか？さらにもう一本奥に分岐して支線に直通する線が分かれていきます。それでは中山道本線樽の谷駅の構内の廃線を見ていきたいと思います。まず下り本線ですが、ここ4番線をメインに下り列車は往来します。上り本線はこちら。ここ5番線をメインにしてこちらから来てこちらへ走り去ります。下り列車はこちらから来ますが、下り本線の対比線がここにあります。3番線です。この駅で普通列車を3番線に待たせて優等列車が接続して追い抜いていくという運用ができます。また上り線も対比線6番線を活用した優等列車の接続運転が可能です。それから特急列車の一部には当駅樽の谷に停車しない列車もありますので、止まる列車は接続運転、止まらない列車は3番線4番線を通過して追い越し運転をします。全列車を止めるほどの大都市駅ではないんです。1番線2番線はちょっと離れたこちらにあります。ここには駅舎があって駅舎から直接つながるホームが2番線です。そして樽の谷線専用の1番線はここにあります。檜原線は当駅から分岐する中山道線の支線で非電化路線になっています。それからダミーなので模型を走らせられませんが、貨物駅がここにあります。先ほど見ていただいた貨車が固定された部分です。中山道線に列車が到着して乗り換えが済んだ頃に檜原線の気動車が出発します。また2番線はというと、中山道本線から檜原線に直通する急行列車が設定されているので、急行をはじめ何本かある直通列車が使用します。中山道線を走ってきた全車両が檜原線に直通する運用や、中には10両でやってきて当駅で切り離しをして前の6両は中山道線に進みますが、後ろの4両は檜原線に直通する列車運用も存在します。ざーっと見ていただきましたが、こんな構内配置になっています。中山道線のホームは15両、檜原線は1番線が6両、2番線は10両編成が止まれるようになっています。中山道本線幹線分岐駅樽の谷駅のご紹介でした。それでは市民の日当日は混雑しますので、ここで少し樽の谷駅での列車運転をご覧に入れましょう。国鉄の樽の谷駅ができたので、次はその駅前に地方鉄道の電鉄樽の谷駅をセットします。箱から出して持ってきました。長さはベッド下収納箱に合わせて700ミリですが、幅は200ミリ程度に作ってあります。これを駅前同士を向かい合わせてセットします。こういう感じになります。駅前の中途半端だった道路が広くなりました。国鉄と私鉄が向かい合うシチュエーションですが、どうですか？はい、駅前の風景はこんな感じです。まだ電鉄樽の谷側の道路に車を配置できていないので、その部分はお許しください。道路はあえて真ん中で切っているのは、将来この間には路面電車の電停をなどと夢を膨らませているんですよ。電鉄樽の谷駅はまだ700ミリ1個分しか着手していませんが、特急湯煙と普通電車の交換風景のように車両を置いてみました。どうですか？セクションジオラマって夢がどんどん膨らむんですよ。それではまずは本日の目的、樽の谷駅構内線路の清掃の様子です。かつてトミックスが発売していたレールクリーニングカーで、雲や193系電気検測車の形状をしていました。今は廃盤です。ファンタが1機の雲や193が動力車で、ファンタが2機の雲や192が
クリーニングカーになっていました。この車両は雲谷192前側の車輪2軸がヤスリになっていて、しばらく走行させていなかったレール表面の酸化皮膜などをゴシゴシ取り去ってくれるんですが、廃盤になってしまったんです。ですから僕は大切に使っているんです。実は僕2編成持っているんですが、1編成は動力が壊れてしまっていて動きません。そこで電気機関車などに押してもらって使っています。今回も EF58 が後押ししてくれてるんです。大切に使ってるんですよ。ヤスリでゴシゴシレール表面を削ってしまうイメージが嫌われたのかと思いますが、レールは実に綺麗になってくれるんです。1番線お下がりください。1番線に日野原線普通列車日野原行きが到着します。6両編成で参ります。後ろの2両は途中大出止まりです。大出より先へお越しのお客様は前より4両にご乗車ください。タルノヤです。中山道線ご利用の方お乗り換えください。2番線に日野原線直通急行黒3号南風橋行きが参ります。6両編成で参ります。指定席は1号車から3号車、4号車はグリーン車、自由席は5号車と6号車です。お乗り間違いないようご乗車ください。お弁当とお茶いかがですか？冷凍みかんもありますよ。急行黒3号が入線する様子を別アングルからもご覧ください。ポイントを渡って2番線に入ります。減速。そしてまた別アングル。到着の列車は急行黒3号南風橋行きです。停車駅は臼杵町、院内、大出、沼目、檜原、南風平、終点南風町です。その他の駅には止まりませんのでご注意ください。お弁当とお茶いかがですか？タルノヤ冷凍みかんもありますよ。日野原線普通列車ご利用のお客様、1番線の列車にお乗り換えください。2番線ご注意ください。日野原線直通急行黒3号南風橋行き発車します。ご注意ください。日野原線直通急行黒3号南風橋行き発車します。ください。日野原線直通急行黒3号南風橋行き発車します。急行列車を見送ったので普通列車も発車します。1番線は日野原線普通列車日野原行きです。6両編成ですが、後ろの2両は途中大出止まりです。大出より先へお越しのお客様は前より4両にご乗車ください。まもなく発車します。ご乗車になってお待ちください。どうです？妄想鉄の世界をお楽しみいただけたでしょうか。ジオラマがあるだけでこんな遊びができるんです。子供の頃のように妄想を膨らませて楽しんでいます。次に中山道本線の方の運転はさらっと見てくださいね。中山道線の普通電車は加藤の111系です。子供の頃大嫌いだった雲に74が先頭です。なんでしょうね、先日のキハ35もそうでしたが、子供の頃に嫌いだったものがなぜか大好き。焼き鳥のレバーなんて最高。優等列車の待ち合わせがないとき、下り普通電車は4番線に発着します。普通電車一ノ瀬行きが発車していきます。今度は当駅で急行水庫を先に通す運用です。
対線3番線に入線して急行列車の到着を待ちます。電気機関車牽引の急行列車らしい警笛を2発かまして急行水庫号水戸の行きが4番線に到着しました。僕が子供の頃には東海道線にも雲仙、西海や桜島、高千穂など長距離急行列車はまだまだ健在でした。樽の駅で1分停車した客車急行水庫は普通電車との接続を終えてさらに西を目指して出発していきます。旧型客車を堂々と12両連ねた急行水庫、電吉ワールドの架空の急行ですがリアルに見えませんか？そして急行列車に先を譲った普通電車はゆっくりと対線3番線から発車していきます。先ほどの EF58 にしてもこの111系にしても加藤の動力車ってストレスなく軽やかに走ってくれるのがいいですね。今ご覧いただいている編成は1960年代昭和40年頃の東海道線で見られた編成ですね。懐かしいです。今度は上り電車です。今普通電車東宇都行きが対線6番ホームに入線です。どうやら特急の通過待ちのようです。樽の屋通過電車の後の発車です。特急電車がやってきました。赤とクリームの国鉄色に身を包んだ特急あずさ号が通過していきます。5番線お下がりください。特急あずさ号が通過していく姿を別のアングルからご覧いただきます。やっぱりかっこいいですね。特急電車を先に通して111系普通電車の東宇都行きが6番線から発車していきます。東海道線の普通電車を中央線の特急電車が追い抜いていきましたが、模型の世界のことなのでお許しください。今回は電吉クラブのメインターミナル樽の屋駅をご覧いただきました。ちょっと動画が長くなってしまいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。